いやー、1000億ですか、大谷選手。調べてみたらですね、日本人の生涯年収の中央値がだいたい2億円らしいんですね。ということは、税率とかスポンサー料とか細かいことは無視しますと、私も500回転生すればいいわけですね。で、1回あたり40年働くとして、500回なので2万年働くと、大谷選手の10年分になると。いや、どんだけああ大谷選手がドジャースに移籍しましたね。新天地での活躍を期待したいわけですが、巷ではワンちゃんの名前がデコピンってことで盛り上がっているようですね。しかし、我々が注目するのはそこじゃないんだわ。我々は常に手首に目を凝らしてチェックする生き物。そう、今回は大谷選手の時計の話をしてみたいと思います。大谷選手がドジャースの入団会見をした時につけていた時計、何かなーと気になっていたらですね、世の中にはちゃんと時計を特定してくれる人がいるんですね。もはや自分で特定するよりも早い。それでですね、大谷選手の時計、諸説あるみたいでして、いずれもグランド成功なんですけど、SBGR261 と言われていたり、SBGJ217 と言われていたり、SBGM221 と言われていたり、いや、どれやねんって感じなんですけど。私の結論ですが、いろいろ画像を探しましてですね、結果としてサファリさんのやつが一番見やすかったんですが、GMT 機能がついているのは間違いないと。それで SBGJ217 か SBGM221 どっちやねんってことですが、インデックスの内側には数字があるようには見えなかったので、おそらく SBGJ217 だろうなと思います。はい。それでですね、大谷選手とセイコーといえば、2018年にセイコーウォッチ株式会社とサプライヤー契約を結んでいまして、その時に4本の時計が贈呈されているんですね。今回してた時計は含まれていませんがね。で、あとは2021年にはア・リーグの MVP を受賞したことを記念して、グランドセイコーの通称白樺 SLGH005 というモデルが贈呈されています。で、その時計は WBC の時にヌートバー選手にあげたってことでかなり話題になりましたね。はい。この辺の流れを踏まえると、この時計もセイコーから贈呈されたモデルなのかなという感じはいたしますが、どうなんでしょうね。ちなみにですね、この時計、残念ながら生産終了モデルになっているんですね。で、探してみましたら、ベスト石田さんのホームページには掲載がありまして、在庫がありそうな雰囲気ではありましたね。はい。で、定価はですね、77万円ですね。ちなみにですね、石田さんなんですけど、グランドセイコーだけじゃなくて、すごくたくさんのブランドを取り扱ってまして、お店に行くだけで本当に楽しいんですよね。あと、個人的にはモレラートのベルトを扱っているっていうのが嬉しいポイントですね。はい。急に宣伝いやいや、なかなか大きなお店さんでいいお店なので行ってみただけです。はい。では気を取り直して、世間の反応はどうなのかなと思いまして、ネットの海にダイブしてみたらですね、非常に評判が良くてですね、品があるとかですね、そういったコメントが多かったように思います。あれですね、もし私が大谷選手くらい大金持っていたら、きっとこれ見よがしにパテックフィリップのコンプリケーションとかつけてどうやるんでしょうね。いやー、欲にまみれすぎなんだわ。いやこんな私とは違ってですね、無欲で実直なところが大谷選手の魅力でもあるので、大谷選手らしいいい時計なんじゃないかなと思いましたね。はい。それでせっかくなんでこの時計の魅力とかを語っていきたいわけですが、まずはグランドセイコーについて改めて紹介しますと、グランドセイコーは1960年に初代グランドセイコーが誕生したところから歴史が始まっています。60年以上の歴史がありまして、日本を代表する腕時計ブランドですね。最近だと先ほども少し触れましたが、白樺と呼ばれる SLGH005 というモデルが出たんですが、これがもうとにかく傑作でして、私はグランドセイコーの歴史に残る名作だと思っていまして、その白樺が発表された時は腕時計界隈では話題のモデルになっていましたね。はい。で、このモデルについてなんですが、そもそも4つ目の針とか GMT 機能とは何ぞやってことをお話ししようと思います。GMT とはですね、グリニッチメインタイムの略で、日本語だとグリニッチ標準時と言いまして、これは時差を計算するのに基準となる時間のことです。
それで腕時計における GMT 機能って何かと言いますと、時差のある2つの場所の時間を同時に表示できる機能なんですね。これどういうことかというと、地震と先ほど言った4つ目の針がそれぞれ2箇所の時間を示しているってことなんですね。だから外国によく行く方とかそういった方におすすめしたい機能ですね。そういう意味でアメリカの中でも時差がありますし、日本とアメリカの時差とかもあるので、大谷選手にぴったりの機能なんですよね。ちなみになんですが、この GMT 機能、世界で初めてこの機能のついた腕時計を発売したのはロレックスなんです。ロレックスは1955年にパンアメリカン航空の依頼を受けて GMT 機能のついた時計を開発したんですが、これはですね、パイロットの方とかにとって出発地と到着地、どっちの時間もわかると便利だよねってことで作られたんですね。で、GMT 機能のついた時計の代表といえば、ロレックスの GMT マスター2ですし、ロレックスの中でも人気モデルになっています。そしたらこのモデルについて触れていきますが、ネットの世界で言われていた品があるってこと。これはまさにその通りで、この時計グランドセイコーの中でもエレガンスコレクションと呼ばれるラインの時計なんですね。エレガンスコレクションってどんなものといえばですね、グランドセイコーのホームページにはこんな風に書かれています。優れた実用性を備えながら人生の中の特別なシーンで装いのアクセントとなり、美しさを演出するモデルを展開するエレガンスコレクション。どのような場所や時間帯であっても、その腕時計はどこからでも美しく光を受けて、繊細なきらめきをまといながら腕時計をつける人に自信と余裕を与えてくれます。エレガンスは永遠。グランドセイコーが尊ぶ日本の美意識と洗練されたデザインを融合することによって、そのことを表現するコレクションです。人生の中の特別なシーン、自信と余裕、日本の美意識と洗練されたデザイン。これまさにあの場にぴったりじゃないですか。評判がいい理由がわかりますね。はい。デザインは初代グランドセイコーを彷彿とさせるものになっていて、非常にクラシックで真面目な印象ですね。私はグランドセイコーで一番好きなのは針でして、分厚くて立体感がすごいですよね。それでこの時計サイズが 39.5 ミリあって、なかなかの存在感なんですけど、やっぱり大柄な方がつけると映えますね。あのくらい巨漢だと大きい時計も似合うので、選択肢が増えて羨ましいなと思いましたね。はい。で、ムーブメントに関しては、グランドセイコーはメムス製法って作ってますっていうのを割としているようでして、メムス製法って何かというとですね、マイクロエレクトロメカニカルシステムズの略で、半導体などの超精密部品に用いられる最先端の加工技術らしいんですね。それでマイクロメートルレベルの非常に加工精度が高い方法で部品を作っているので、その結果動力伝達効率の向上や高い耐久性、高い保有性が可能になっています。このあたりはグランドセイコーらしいこだわりを感じますね。まとめるとクラシックで上品でいい時計ってことですね。はい。というわけで大谷選手がドジャースの入団会見をした時につけていた時計の話をしてみたわけですが、私の感想としましては、グランドセイコーの良さと言いましょうか、非常にエレガントな時計で、かつ世界を舞台に活躍する大谷選手らしい GMT 機能がついたものということで、非常にいい時計なんじゃないかなと思いましたね。ロレックスをはじめとしたスポーツモデルとかラグスポとかそういうのが今はやっぱり人気ですけど、ドレスウォッチ好きとしてはこういうモデルが注目されると嬉しいものですね。はい。じゃあ今回はこの辺で、みんなあったかくして寝ろよ。